温めていたネタがあるんですけども、死なない呪いというのがワンピースの世界が存在しているんじゃないかというロジャーと白ひげが死にました。呪いを解く方法絶対存在するわけね。なるほど、素敵。どうも、小焼です。痩せたいトエです。あれ ?WC なんたらなんたらみたいな。いや、まあ、小池さんと一緒の時は、まあ、なんかこういう感じかなと思って。俺楽しみにしてたね、なんかわーわーわー。WC、いけるじゃん、だまったです。もううるさいから二度とやらない。なんでやねん。はい、というわけですね。はい。一発目は、やっぱこれ撮りたいなと思ったネタがあるんですよ。なんでしょうか。はい、タイトルは、カイドウビッグマムティーチは死なない呪いにかけられているんじゃないか説。死ねない太陽なな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 。いや、死とは無縁のテーマや、今の。まずポップな感じは。こういう感じかな思いまして。いやいやいや、そんなんもういいのよ。俺は真面目に考察とかね、ワンピースを語りたいんだよ。はいはいはい。だからもう目細いやついらへんとか書かれちゃうわけ。やっぱ神木くんも高橋さんも素晴らしい考察とかをやっぱ喋ってくれたじゃないですか。してくれました。僕もなんか喋りたいなと。以前に僕が出した考察のネタで、ポセイドンとかそのね、古代兵器にかかることがもう40万再生されてるんだ。びっくりしましたね。そう、だから今回もそれぐらいのね、ことをね、皆さんにお伝えしたく、ずっと温めていたネタがあるんですけども、これ紹介しちゃっていいですか？真冬にカイロみたいなネタを届けてくれるということで。どういうこと詳しく。いや、あったかいネタって言ってた。あ、なるほど。ちょっとちっちゃすぎる回路って。なんかこたつとか暖房とかヒーターのレベルを言ってくるの。なんでその、こっから的な感じなの？ちっちゃいよ。ほら、みんなの手元に届くよみたいな。そうやったらなんか5000再生ぐらいでいいやん。弱っ。こんな邪魔は本編を喋らせろ。はい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 、どうぞ。まあタイトルとサムネにもあったわけですけども、やっぱりね、死なない呪いというのがワンピースの世界が存在しているんじゃないかというのをまず思ってるんですよ。まずそもそもワンピースってさ、たくさんの伝説あるでしょ。はい。何があるかというと。例えばですか？これはボケがいまいちな時の悩みやな。例えばだよ、デイビーバックファイト覚えてる？覚えてますよ。ロングリングロングランドでやってたんやけど、あれはまあ言ったらもう海賊同士戦って、相手のクルーを奪い合う戦いやんか。フォクシー。そうそう、フォクシーの子ね。まああれももともと海賊島っていうところの伝説がいろんなところに受け継がれていって、そういうゲームになってる。で、その後になんと黒ひげの拠点が蜂の巣っていう海賊島と呼ばれているところが判明したよ。そうですね。だから伝説が形になった瞬間みたいな。他には空島自体も伝説だよね。空に島があるだってまあ普通の人たちは知らないわけ。確かに。でもそれが実際にあったとか、黄金鏡があったとか、モンブランノーランドとかが嘘つきノーランドと言われてて、それが伝説だったのが本当の話だったとか、ワンピースの世界って伝説ってことない気がするの。伝説って全て事実な気がするのね。確かに。事実が語り継がれていって今に生きてるって考えた時に、呪いっていう伝説も実は存在しているんじゃないかっていうふうに思ってるんです。呪い？じゃあ今回ね、この33巻ね、書かれてると思っていて、33巻豆知識。この巻だけはデイビーバックファイトっていう話数に出ていないのが関数の表紙タイトルになっている。いや、しっかり喋って言うんだって。っていうなんか、それこそ呪いにかかってんちゃうかみたいな感じ方するからもう勘弁してほしいね。ここではさっき言ったみたいに、ロビンがね、そうよ、海のどこかにあるという海賊たちの楽園、海賊島でその昔生まれたというゲーム。っていう風に、デイビーバックファイトの説明をしてるんだけど、その数ページ後にすっげえ重要なことを言ってんだよ、ロビンが。デイビーバックファイトが開催される時に、デイビー・ジョーンズに報告、開戦だっつって幕開けする戦いが。そうそう、デイビー・ジョーンズっていうのはそもそも海賊で、発端になってる海賊なんだけど、それについて、チョッパーがロビンに質問してるんだよ。デイビー・ジョーンズって誰だって。悪魔に呪われて深い海底に今も生きているという昔の海賊よ。そういう伝説、海底に沈んだ船や財布は全て短パン長だった彼のロッカーにしまわれているのっていう風に言った。これさ、さりげなくね、今からね、クルーの鳥合戦が始まっちゃうから、さらっとした説明ってみんな読み流しちゃってること多いと思うんだけど、すごい重要なことを言ってると思うんだよ。まずここで一つ、最も重要なセリフって、悪魔に呪われてって書かれてるんだよ。もう確かに。そう、呪いというものが存在するって証明されちゃってんだよね、もうね。じゃあ、トヤ君、この世で一番きつい呪いって何かわかる？この世で一番きつい呪い？そうそうそう。常に下痢。いや、
それもきついけど、きつい。なんかそれほどマゼランさんがすごいかわいそうやわ。いや、だからきつそうやなと思って。だからそれはね、なんか薬で治るかなとは思うやんか。はいはいはい。僕ね、一番この世にきつい呪いって、死ねないことやと思ってんのね。へぇそう。よく死なないことがいいことだと。例えばドラゴンボールでもピッコロ大魔王が永遠の命とかね、若さをとか言うけど、あれって孤独やなと思うんだよ。すごい呪いだなとやっぱ思っていて、その呪いにカイドウ、ビッグマム、そしてティーチはかかってるんじゃないかっていうふうに思ってるわけ。しかも、タイトルとかで挙げた以外にも、白ひげ、ロジャーもこの呪いにかかっていたんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。死んでますやん。って思うやん。だから死ねる方法もあるんだよ。ほう。そう、それをちょっと今から詳しく説明しますね。ほう。まずじゃあさっき見たこの33巻に出てきた、デイビー・ジョーンズ。海底の底で死なずに生きてるっていうふうにロビンは言ってるけど、ロビンほどのね、博学者が言ってるから、多分間違いない。ふふって笑ってるような感じで言ってるんだけど、多分それって本当になってくっていうさりげない僕は伏線だと思ってるんだよね。なるほどなるほど。そう、じゃあまずカイドウどう？カイドウ？自殺しても死なへん。そう、死なん。趣味自殺なんだよ。そうっすね。あんだけ強かったらさ、別に死に場所を選べるよ、自分で。だって海の底に飛び込んだら終わりとか、海軍に捕まって処刑されたら終わりって、別に選べるわけ。でも、死ねないんだよ。だから死ねないことが実は悩みなんじゃないかって思ってきたね。なるほど。そう。じゃあ、ビッグマムどう？あんだけ強い女おるます、世の中に。おらへん。そう。傷が一切つかないんだよ。ただ単に防御力高いのかなとか、武装色の覇気が見えてない時はすごいからじゃなくて、そもそも死なないから傷つかへんのちゃうから。なるほど。そう。じゃあ、ティーチは、まさに、悪魔の実を2つ食べてるんですよ。ほう。普通悪魔の実をもう1つ食べた時点で体が爆発して死んでしまう。言われてますよね。死なへん。だってその証拠にマルコも言ったでしょ。構造自体が異形だよみたいな。じゃあもうすでに呪われてるから悪魔の実ぐらいの呪いやったら大丈夫だよみたいな。そうだ、死なないんだから何個悪魔の実食ったって死ねないじゃん。やば。そもそもそういう体質なんだもん。はい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 。それの伏線を同時に回収できるみたいな。はい。しかも呪いはこれだけじゃないんですよ。死なない体になった代わりの代償っていうのがあると思っていて。代償？そう、それが味覚を失うこと。ほう。海賊って宴好きやんか。はい。宴好きで、それが楽しみの一つで料理とかね、美味しいものを食べるってのあると思うんだけど、それが取り上げられたらどう？自分は死ねない。でも美味しいもの食べれないってどう？辛い。だからこそ僕呪いやと思ってる。なるほど。で、その証拠に、ビッグマムね、たくさん食べてるイメージあるけども、そうっすね。そうそう、激ヤマ味覚障害やんか。確かに。そうそう、美味しさを感じれないから、もうたくさん食べちゃわないといけないのかなって、ある一部の味覚だけはすごいなんかいいんだけど、それ以外全部捨てちゃったみたいな。なるほどなるほど。じゃあ、ティーチどうなんって言ったら、チェリーパイがまずいっていう描写もあるやんか。言ってましたね。他のものはうまいって言ってたりもするんだけども、いまいち味覚がおかしいっていう時点で、ビッグマムとティーチってイコールなのよ。そう。じゃあ、カイドウはって言ったら、まだカイドウはあんまりこのご飯を食べてる描写が存在しないんで何とも言えないんだけど、これ一つの仮説があるんだけど、配信のちょっと後半の方でちょっと言うわ。ちょっと楽しみにしてほしい。じゃあそもそも、能力者多いやんか。多いですね。能力を得るためには何が必要なの？ワンピースの世界。悪魔の実。そう、悪魔の実。名前になんて入ってます？悪魔。そう、悪魔って言っちゃってんだよ。今、悪魔しようとしてるよね、今ね。してない。呪われた、呪われた。あくびちゃんちゃうわ。酔っ払って飛び出て東映だよ。もう復帰一発目にこれやだっていうように、なんかさ、現実的な描写って結構ワンピースも多いわけやんか。そうそうそう。でも、悪魔って一巻で登場してんだよ。そう、悪魔の実っていう単語は一巻で登場してるから、もう何気なく僕らも悪魔ってまあ、みたいな感じやんね。でも悪魔が存在するって、結構抽象的な話になってる。確かに。それを悪魔の実ってものに置き換えてることで、僕はミスリードをね、誘ってんじゃないかっていうふうに思ってる。そう、悪魔が呪いをかけてそうなってんの。そもそも呪いなんでね、それ、泳げなくなるとかっていうのもね。なるほど。そう、だから悪魔は 100% 存在すると思ってるんですよ。ワンピースの世界に。そう、クラバウターマンが存在したようにね。っていうふうに思ってるわけ。で、さっきのデイビーバックファイトの時も、悪魔の呪いにかけられて、海底の底で生きているっていうふうにされてるわけ。確かに。それも生きているとされるんだよ。どうも生きてるとされて書く必要ある。亡霊となってさまよってるとかでもいいですもんね。とか、昔の海賊だったのよでいいやん。確かに。で、わざわざ、今も生きているって書く描写っているのって。僕は33巻のこの時から、壮大な伏線を張ってると思ってんだよ。
悪魔。そう、悪魔っていう単語と、今も生きているっていう死なない体が存在するっていうことだね。そう。じゃあさっきの話に戻るんだけど、白ひげとロジャーもそうだったって言ったけど、いや死んでんじゃんって思うでしょ。そうですね。そう。でも、ロジャーは死なねえぜ相棒って一言言っていたように、これはまず死なない体だったんだ、本当にの、まあ仮定します。まあまあ確かに。じゃあ白ひげはどうなんだって言ったら、まずさっき味覚を失ってたけど、白ひげもロジャーもそんな食べてる印象はない。両方とも酒を飲んでる印象なんだよ。まあ確かに。そう、白ひげとなんか桜が散ってるところで、バン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 膝叩きながらさ、二人で飲み合わせた時もあるし、そうですね。白ひげなんかまさにお酒大好き人間で有名やん。まあ確かに。領事の酒をお持ちしたみたいなね。領事の酒をね。そう。よく覚えてます。そう。で、そもそもさ、白ひげがね、最初ロックスターが来た時に追い返したやん。追い返しましたね。そう、その時なんて言ったかって言ったら、俺に物言いたきゃ、いい酒持ってこいと。ロックスターに言ってるわけ。とりあえず酒大好きなことは間違いない。確かに。で、ウエストブルーの酒を一緒にシャンクスを飲んでた。だから酒好き。じゃあ、カイドウも酒好き。そう、酔っ払ってね、ヒックって言いながらこう現れたりして。確かに。そう、だから、お酒4口なんですよ。酒豪。そう。ああ、そういうこと。お酒だけ唯一悪魔が眠る、まあ薬みたいなもので、美味しく感じるんだよ。なるほど。そう、だからお酒ばっかり飲んでる描写が多いのは、単純に大人がお酒好きだからっていう風に誘っておいてそっちの方に見てね、実はお酒しか美味しくない体になっちゃってると。知らぬ間に。そう。っていうことを僕らに植え付けさせるための小田先生の作戦なんじゃないかと。なるほど。でさ、極めつけはね、白ひげって頂上戦争の時死んだよ。これ死んだでしょう、これは。確実にね。お墓もあるから。そうそう。その時に、その訃報を知ったカイドウが何て言ったか覚えてる？白ひげのじじはうまくやったよ。そう。うまくやったの意味って本当わかんないでしょ、みんな。確かに。どう思う？だって、死のうと思えばみんな死ねる中で、死ねないからこれ言ってるんやと思うよ。そう、別に白ひげがね、何か目的を達成し死んだわけじゃないやん。なんかエースを助けて身代わりで死んだとか、ワンピースを見つけて代償に死んだとかじゃないやんか。ただ頂上戦争に行って誰も倒さないまま死んでったのにうまくやったって言われてんだよ。確かに。そう、これはお互いに不老不死っていう体を知ってるから言った言葉に聞こえない？なるほど。自分では死ねないカイドウは白ひげが呪いにかかってることを知ってたけども、うまく死んだってことを聞いて、うまくやったなって言って。ああ、じゃあ呪い友達が先に行っちゃってる。呪い友達って。いや、そんなサークル活動みたいに言われても。違う。なんなんそれ。落研みたいな感じで。あいつデビューしてもうたみたいな。そういう感じではない。じゃないと思うんだよね。そうなんや。じゃあ、ロジャーと白ひげは死にましたと。じゃあ、呪いを解く方法、死ぬ方法も絶対存在するわけよね、これは。で、それが何かっていうと、愛なんじゃないかなと思うんだよ。愛にできることはまだあるかい。今ごっそり再生数減ったと思います。嘘。はい。なんでかっていうと、白ひげが死ぬ時に、大愛の家族に見取られる形で愛を感じたからこそ死ねたんだ。その呪いが解けたんやと思うね。じゃあ、ビッグマムとかどうやって証明するのって思うじゃん。ビッグマム、攻撃当たって傷ついた瞬間って存在するわけ。ホール撃破なので。覚えてるそれって。もちろん、カルメルの写真が傷つけられたって。そう！それって、マザーカルメルへの愛の執着って異常でしょ。だって写真立てをずっと置いてるわけだから。なるほど！だからそこで、最愛なるマザーのことを思ってた時だけ攻撃が当たってるんだ。カルメル愛。そう。だから愛を感じた時だけ呪いが解けてるんだよ。解ける瞬間があるから、そこで殺されたら、まあ本も、なるほど思ってるんだよね。おー！そうそう。まあビッグマムはね、ちょっと愛を求めているのは正しいんだけど、ちょっと歪んだ自己中心的な愛だから、ちょっとそれも達成できないと。確かに。じゃあそう考えるとカイドウなんか愛と無縁みたいなとこだよ、今。そうね。だから死に場所を探して自殺を繰り返すんだけど、そこにその愛がないからこそ死ねないんだよ。はあ、じゃあつまりこういうことですね。愛のままに、わがままに。僕は君だけを傷つけないようなセットで言われるの。いいんだよ、今日そんななんか、メドレーを出さなくても。あ、違う、嬉しいね。でもその証拠に白ひげもさ、最後死ぬ瞬間にね、お前たちから全てをもらったみたいなね。さらばだ、息子たちをって言ってる。だから愛を感じてる描写は存在してるんです。間違いない。証拠としてね。だからもしかしたらその呪いを解く最大の魔法は愛なんじゃないかなって。なるほど、素敵。そうそう。もちろんロジャーもそれは同じです。はい。
じゃあ今度、はい四皇とか強い人間から離れて、ん主人公ルフィのル話フィだけど、ルフィだって、はいこの海で一番自由なやつが海賊王だって言ってんだよ。うんうんうんこれって結構抽象的なんだけど、その自由っていうことは死ぬことすら自由な立場だと思ってるんだよね。ああ、まあ確かに。そう、いつでも好きな時に仲間たちと宴がしてほうほうほう死ねる。誰にも縛られてないことこそが自由やんか。ほうほうほうで、それをレイリーも聞いて、なんかちょっとにっこりしてたり。うん。で、しかもロジャー船長と同じことを言ってる部分もあるんですか。そうですね。じゃあここで前にも夢の果て、はいルフィの夢の果てって何なんだろうという考察会を出した。まあこちら見てください。はい。そう、これも僕一番の理想パターンなんですけど、この今回死なない説を持ってきたら、それって真逆じゃないのっていう気もしてきたんですよ。まあ確かに。そう、死ねるやつこそが自由なんじゃないのん。っていう風に置き換えられるよね。はいじゃあもしかしたら先代の海賊王ゴード・ロジャーも、はいこの死ねない体になって先に一番死んだやつが最も自由だっていう風に発言したとしようよ。ほうほうほそしたらロジャーは一抜けできてるわけ。う。なるほど。そうそう。だから自由な海賊王なんだなって。ああの時さ、よく思い出してほしいんだけど、ルフィがエースとサボの前で夢の果てを語るシーンあるやん。そしたら、エースはハテナハテナみたいな。あ。そうですね。何言ってんだこいつみたいなことを言って、サボは笑ってたりするやんか。そうっすねあれって世界のいろんな人種たちと分け隔てなく、宴をすることが夢の果てなんだろうってはい思ったけど、んそれだったらあんまりハテナハテナにはなれへんのかなと思って。まあ確かにルフィらしいな、みたいなな。そうそう。いぽいな、感じお前らしくていいよで終わっちゃうと思うんだけど、なんか、って一瞬ついたの。だから、それとは真逆、生の反対、死なんじゃないかと。なるほど。俺は自由に好きな時死ねるんだぞみたいなことをポロって言ってたら、何言ってんだってなるじゃん。なりますそう、ね。クラスのみんなが急に明日から俺は自由でいつでも死ねんねんみたいなこと言ったら、はってなあ、るやん。びっくりしますね。びっくりして止めるやんか。止めるそう、だからそういう感じがルフィだって言いそうだなるほど。そう、それすらが、なんか海賊王ロジャーの言葉と一緒なんじゃないかって、はいシャンクスが言ってるのとイコールな気がしちゃうんだよね。おー。だって、夢の果てを喋るときに死のことを言う人いないでしょ。確かに。小田先生ならやりかねないって思う。なるほど。そう。で、極めつけは、はい新世界以降、とある単語がすごい出てくるようになったんです、頻繁に。ローと絡むようになってから、やたらと、不老不死って言葉が出てくるんですよ。確かに。今僕わざと濁して死なない呪いって言ってたけど、イコール不老不死って同じじゃない。そうですね。そう、だから不老不死をする方法があるんだよ。ワンピースの世界に。ありますね。そう、それと呪いや悪魔も存在してんだよ。ということは、おーワノ国以降、今後物語の鍵を握ってるのは死なないってことだと思う。おお。そう。だから、小田先生もカイドウって最強の生物って言ってて、どうやって倒していいのかわからないですって自分でも言ってるやんか。おお。これもまた面白くて、倒し方がわかんない。殺し方は知ってんの、小田先生は。なるほど。ここが深いって僕は思ってるんで、はいはいはい。すごい。すごいでしょ。まあ今日の考察は以上でございます。おお。いやー、すごいっすね。はい。愛ですね。はい、感じてますかしっかり。愛が芽生えてますわ。芽生えてますか。芽生えてる。はい。僕たちもね、10万人のね、コアちゃんクルーに愛をもらってるんで、はいいつでも締めれます、僕は。はい。みんな愛をください。はい、というわけで今日の考察会が良かったって人は、高評価してね。お願いしますはい、またこういう考察会とかが楽しめたとして、チャンネル登録今にしといてね。もっともっとすごいやつ出していくよー。パンダーデッケン9世のネタどうすか？バイ。 See you。今日も一日お疲れ様です。小屋ちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前は、小屋っきーチャンネル。